おはようございます。阿部義俊です。今回は、ちょっとコーヒーが置いてありますけど、コーヒー系のガジェットの話というか、日常使いが、コーヒーに限らずいろいろできる、ガジェットの話で、真空キャニスターというものについてちょっと話をしてみようと思います。今年の初めぐらいからか、コーヒーが、もともとコーヒー好きだったんですけど、ちょっと凝ってみようと思って、コーヒー自分で入れたりとか、豆をひいたりとか好きになって、最終的には、ロースターってその生の豆を買ってきて、ここでその焙煎してコーヒー豆をローストしたりしているような状態なわけですけど、出来上がったコーヒーの保存みたいなものが気になりだして、コーヒーの保存に関して言うと一番そのポピュラーというか、ちゃんとしたいい豆をちゃんと保存する時に一番みんながよくやってるのは、冷凍庫にその冷凍して保管することで、使う時だけ取り出して、さっと使用する分だけ、開けて、で溶けちゃう前にまた冷凍庫に戻すみたいなものが品質が劣化しないで長く保存できる一番いい方法と言われていて、なんだけどここ僕の仕事場、冷蔵庫がなくてですね、ガスも契約してなくて、とにかくミニマムに行こうということで、そんな感じなんでちょっと冷凍庫なくてどうしようかなと思っていて、そこでちょっと気になったのが、真空キャニスターというやつで、空気に触れると豆が劣化していっちゃうんで、冷凍庫の場合はその凍らせることでその酸化を遅らせて豆を長持ちさせる。で真空キャニスターの場合は、真空にして酸素を極力なくして酸化を遅らせるっていうことが目的なわけです。で、最初に買ったのがこのハコーギってやつか。コーヒーのグッズに関して言うと、お湯沸かすそのポットなんかが有名かもしれないですけど、日本のメーカーなのかな、ハコーギってやつのやつで、この真ん中のボタンを押すと、真空状態が解除されて、開けることができて、で、真空にしたい時には、ここのそのボタンを押すと USB の Type-C でその充電するタイプですけど、中にモーターが入っていて、長押しでいいんだ、失礼しました。長押しでここに、青いランプが、ついたら、多分今音もなく緩やかに今、酸素が抜けてっているところだと思うんですけどちゃんと抜けたかどうかがわからないんで若干怖いですけど、でもかすかになんか音がしてるんで、今真空にしてってるところだと思います。で、これいいかなと思って、で引き続きどっちが先だったかな、こっちが先だったかな、もうちょっとでかいやつですけど、これは、逆に言うとちょっと大きすぎて豆を保管するには未開封ですけど、こんな感じの、これ 500g だったかな、1キロだったかな、500g でした。このぐらいの量のやつを、保存するにはちょうどいい大きさではあるんですけど、若干でかいですけど、そんな感じで、これはセイログというメーカーで、やっぱり国産のもので、クラウドファウンディングかなんかで、最初その資金を募ってたのかな。今は Amazon とかでも買えるし、楽天とかでも買えるし、このセイログの公式サイトから買うことも多分できると思います。こいつはタッチ式のスイッチで、ここを長押ししておくと、違った。長押しじゃないや。ただ普通に押すと、起動して、今空気抜いてってくれてます。例えば、ちょっとこれでわかるかなと思ったんだけど、これで空気を抜いていくと、この中に入っているお菓子はジッパーで、空気がその漏れないように蓋されてるんで、中の気圧が下がっていくにつれて、ここの空気が抜けてへこんでいくんじゃないかと思うんだけど、そんなことはないか。ゆっくり気圧が抜けていくから同じかなんかこの抜けていくところが分かるようなものを、中に風船でも入れりゃいいのか、風船が膨らむから。でもちょっと蓋してやっといたら、この中の方がちょっと膨らむ。でもちょっと中分かりづらいと思うんですけど、ちょっと膨らんできてるかもしれないですね。で空気が多分一緒に最初に抜けてって、くれると思うんですけど、このぐらいの大きさだとこのモーターで、空気抜くにしろそこそこ時間はかかるんですけど、こんな感じで真空キャニスターを買ってみたりしたわけですよ。でそこそこ使えてたんだけど、これを何種類も買うの大変だなと思って、で調べていくうちに、要するにそれなりのお値段がするもんなんで、これも4000円ぐらいしたのかな。で、ちょっと値段いい加減なの、後でちょっとこの辺に書いておきますけど、なかなかするわけですよ。でもうちょっとリーズナブルにならないかなと思った時に、多分セイログもそれを考えたんでしょうね。多分これの新型にあたるものが出ていて、それがこっちの、真空キャニスターで、今もしその真空キャニスター興味あって
真空キャニスターに興味があって買う方はこういう、本体にモーターがついていてその1個で、完結してるやつよりもこっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、実際自分も使っていてこっちの方が便利に感じてるんですけど、これは、これ自体はその普通のなんていうかな密閉型のキャニスターでここにゴムのバルブがついていて、で、ちょっと今空気抜くと空気ちょっとだいぶ抜けてきていたな。これはこのモーター部分に当たるやつがこの別パーツになっていて、でそんなに値段のしない普通のキャニスターがセットで売られていて、でここにゴムのバルブがついてるんで、ここにセットしてちょっと長押しでオンにしてあげると、これで中の空気を抜いてってくれて、なので経済的というか真空キャニスターいっぱい使う人はこのタイプがおすすめじゃないかなと思います。でまだ味の劣化がどうこうっていうほど長く使ってないですけど、こんな感じで使ってポンと、抜くとこれで真空状態がキープされていて、ちょっとね緩やかにやっぱりどうしても抜けてきちゃうんで、何週間もこの真空状態がキープできるわけじゃなくて、やっぱり緩やかに空気入ってっちゃうんで、時々やり直してあげなきゃいけないんだけど、今は真空になってるんでちょっとここをつまんで緩めると聞こえましたかね。なんかプシュッと音がして空気が抜けますと。でもう一回やってあげると、よいしょ。こんな感じで、真空状態が作れますよと。ですごい鮮度の高い豆は真空状態にしちゃうことで逆に豆の中の、香りの成分が早く抜けちゃうみたいな説もあって、ちょっと実際どうなのかなんか諸説いろいろあるみたいで、焙煎してから数日経った状態のものからはそんなに大きな差があるわけじゃなくて、真空状態で酸化を遅らせることができると。劣化の理由がその酸化以外にも紫外線とか温度とか、いろんな要因があるんで、真空にすれば万事解決ってわけじゃないんですけど、少なくとも酸素に触れてその酸化していっちゃうっていうものに関して言うと、ある程度さっき言ったみたいに緩やかに空気入っていっちゃうんで、完全な真空状態をずっとキープできるわけではないですけど、遅らせることはできるかなと思って今普段使っています。あとこのキャニスター自体が割とデザインが良くて積み上げることもできて、積み上げるにはこういうゴムの付属品でついてくるんだけど、パッキンみたいなものをつけてあげる必要があって、これがあると綺麗に積み上がっていきます。で今もう全部つけちゃったか、つけてない方がどっちかっていうとおしゃれなんですよね。なのでちょっとこれをつけなきゃいけないのがもうちょっと目立たない感じになんなかったもんかなっていうのはちょっと思いますけど、あとは細かいことだけどここに、取っ手がついていて便利です。でコーヒー豆だけじゃなくてこれみたいにちょっとしたスナック菓子みたいなものを入れてもいいし、なんかその真空状態でキープしたいものは、これに入れておくと普通に置いておくのに比べたら確実にちょっと長持ちしますよっていうもので、値段がねするんですよね。このキャニスターのセットがこんぐらいついて3000いくらかで、このモーター自体がなんかね Amazon で時々セールやってるみたいで、ちょっと安かった時期があったんだけど、合わせるとちょっとしたお値段なんで、安易にホイホイとおすすめできるものではないですけど、僕みたいにコーヒー好きになったとか、何かこういう食品とかを酸化させずに保存したいみたいな、しけらせずにとかね、保存したい人には非常に、便利なもんじゃないかなと思います。僕自身は買って割とかなり満足度の高い商品で、これは良かったかなと思います。で僕みたいにこういうタイプのものでも1個だけあればいいやという人はこれでいいかなと思うんですよ。で僕みたいにコーヒー豆何種類も保存したいみたいになってきたら、そういう使い方をする人はこっちのモーターが独立していてキャニスターにゴムのバルブがついてるこっちのタイプがおすすめでありますと。こいつは結構でかいやつとか四角いタイプとか、なんかこのキャニスター自体はいろんな種類があったんで、自分に合ったタイプのものを選べばいいかなと思います。こういうでかいのはあったかな、多分なかったような気がしますね。なんでこのでかいタイプとかこれよりももっとでっかいのもあるんだけど、そういうのは、もしかするとこういう一体型のやつしかないかもしれないです。というわけで、基本的にはこのセイログのこの、モーター部分が独立しているタイプの真空キャニスターが真空キャニスターの中ではちょっとおすすめかなと思いました。ということで、真空キャニスターを紹介してみました。ありがとうございました。ではでは。あれから1月ほど使ってみました真空キャニスターですけど、ちょっと真空キャニスターに入れた豆と入れてない豆との比較っていうのはちょっとまだできてないんですけど、
入れて日々、コーヒー飲んでみて思ったんだけど、コーヒーの味に興味が出て、その2ヶ月3ヶ月足らずの自分が言ってもあまり説得力はないですけど、でも、日々コーヒーを飲んでいて、このぐらいの期間が経つとちょっと味の劣化が始まるなみたいなタイミングみたいなものがあって、3週間とか1月とか、まあそのぐらい飲んじゃってると、味のなんだろうな、酸味とも違うんだよな、なんか苦味の苦くないやつみたいな味が、ちょっと出てきて、だからそのネガティブなそのなんかね、味が出て、ちょっと豆が劣化してきてるなみたいな感じがちょっとあったりするんですよ。それが真空キャニスターに入れてると、今もこれもだからその期間的には結構だいぶ経ちましたけど、でもこれ入れたのが2月の27かなので、1月半ぐらい経つのか。でもそういう、味の劣化してきたなっていう感じがほとんど感じられなくて、新品の豆の時と、あんまり味が変わった感じがしないので、まあ毎日ちょっとずつ飲んでるんで、その微妙に変化していることに気づけていないっていう可能性もありますけど、だからそれとちょっとこれもう少し消費したら次に豆足す時に、キャニスターで保存するやつとそうじゃないやつと2つ用意して、比較をしてみようと思うんで、それの時にまたちょっと動画作るかもしれないですけど、今のところ真空キャニスター結構効果あるなと思っております。で、あとこのでかいやつに関しては今、せんべいとかを入れてますけど、これに関してはちょっとその予想外というか、その真空キャニスターならではってこととは違うんだけど、ちょっといい効果があって、これにお菓子入れてるとついついその食べちゃうみたいなものが減りますね。要するに開けて戻すのがちょいめんどくさかったりとか、開けるのもだから真空キャニスター開けようと思ってすぐにこのでかいやつはすぐに開くわけじゃなくて、中に空気入れるモードに長押しすると中空気シューッと入れていくモードになりますけど、と30秒ぐらいかかってゆっくり空気入れて、空気が中に入ってくると、この爪をここに爪出っ張りが2つあって、この出っ張りを持ってグッてやるとこれがパカッと開くわけですよ。でそれに一手間かかって、でちょっと食べ終わったらまたこの蓋を閉めなきゃいけないじゃないですか。でその微妙な面倒くささによってついついお菓子を食べちゃうみたいな量が減りました。それはちょっと良かったです。でまあ同じことがこのコーヒー豆のキャニスターの方にも言えるっちゃ言えるんですけど、こっちに関して言うとちっちゃいのもあって開け閉めがそんなに苦じゃないので、あとこれはここにこの取っ手とかがついてて、でこれはこのっていう、これで空気が入ったら、割ともう簡単に開くんで、閉めるのを閉めてよいしょ。これはさっきも見せましたけど、ここにつけてこれボタンを押すと、吸い始めたら手離しても大丈夫なんで、そんなにめちゃくちゃな手間じゃないんで、これは毎日なんだろうな、日々のルーティンの中に入っちゃえばそんなに面倒くささを感じるほどではない。要するにこれをやってる、間にお湯を沸かしたりとか別な支度をしたりして、なんかこの待ってる時間が無駄だなみたいな、感覚はないので、だからそんなに面倒くささを感じずに使えていたりしますというわけで、意外と割とうまく使い分けができつつ、真空キャニスターは割と自分の中ではいい、買い物だったかなと思いました。結構おすすめ、できるものじゃないかなと思います。だから価格がね、なんかね、今 Amazon で売られてるのはこれキャニスター4つのセットなんですよ。僕が買った時は多分楽天でなんかセールをやっていて、この5個セットで多分値段いくらだったかな、その3000前後ぐらいで、だからこのキャニスター1個が500円前後、例えばそのダイソーとか100均とかで、キャニスターがその100円はないな、200円か、なんかそのぐらいの価格で売られてるものとかもあって、それに比べるとちょっと高いけど、でも、割とそのガラスの透明度っていうかな、この作りもよく、できていて、豆すごいいっぱい入れる人は別だけど、僕に関して言うと、今のところまだ使ってないキャニスターがあるぐらいで、これで当分持つわけで、1回の買い物としては長く使えていいかなと。ポンプも多分それなりに長くは使えるでしょうし。で、動画の中で文字で説明しちゃったけど、この羽合木のこいつはなんか廃盤になってて、羽合木もこの、モーターのタイプになんか移行してるのかな。だからやっぱり、最初こういうでかいタイプのキャニスター1個につきこのポンプ1個っていうタイプのもので発売し始めて、なんかどっかの段階でこのバルブにして、やったらいいじゃんって、気がついてみんなそのメーカーがこっちの方に移行してってるところなのかもしれないですね。というわけで真空キャニスターの1ヶ月後ぐらいのレビューの追加っていう感じでした。ありがとうございました。ではでは。